今回は中国西部に位置する新疆ウイグル族自治区に行くお話です。新疆ウイグル族自治区とは、中国の少数民族の中の一つ、ウイグル族の方々が古来から生活するエリアで、面積は約166万平方キロメートルと非常に広大で、中国の国土の約6分の1を占め、中国最大の自治区です。人口は約2500万人。新疆ウイグル族自治区の中央都市はウルムチです。人口のほとんどがイスラム教徒で、言語はウイグル語を話します。トルコと民族的な密接な関係があり、ウイグル語はトルコ語と非常に近い言語です。また、新疆ウイグル族自治区はカザフスタン、キルギス、タジキスタンと国境を面しています。日本人の皆様は新疆ウイグル族自治区と聞くとネガティブなイメージをお持ちではないでしょうか。中国政府がウイグル族への弾圧や虐待、民族根絶活動、人身売買などを行い、闇深いエリアの印象だったり、警察がガチガチの監視をしており、不用意に入れば外国人でも拘束され、帰ってこれなくなる場所、厳しい規制で自由はなく、旅行などでは行けない、などとの強烈な負のイメージをお持ちではないでしょうか。そして話題に触れることすら避けていませんか。実際に新疆ウイグル族自治区には外国人が立ち入りできない場所や通行許可証を発行しなければ入れないエリアがあります。私のチャンネルでは世の中にあふれる噂や人づての情報よりも自分の目で見て体験してその真実をそのまま伝えることを大切にしています。今回は新疆ウイグル族自治区の一番の都市であるウルムチ滞在編の動画をご覧いただきます。日本人の皆様も大変興味のある内容だと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ドアが閉まります。電車をご利用の東京モノレールをご利用くださいましてありがとうございます。今回は羽田空港から中国国際航空エアチャイナを利用し、北京乗り継ぎをしてウルムチへ向かいます。この移動編の動画はまた別動画としてお届けする予定です。ということで、かなり久しぶりに羽田空港第3ターミナルに来ました。エアバス330ですね。ちょっとボロそうですね。ああ、濡れますね。ギリギリまでバス来てほしいのに、中国大体こんな感じですよね。それではウルムチ天山国際空港に到着しました。この空港は今年の4月17日に新ターミナルが開業したばかりで、めちゃくちゃ綺麗です。ということで、ウルムチ国際空港、人生初の新疆ウイグル自治区に入りました。空港なんかめっちゃ綺麗ですね。後日また利用するんですけど、一応ね、バーガーキングとかもありますね。まだ荷物受け取ってないんですけど、ちょっとチャギがあったんで、今からせっかくなんで飲み物を買おうと思います。ということで、ウルムチは地下鉄があるんですね。俺ないと思ってました。普
通に空港に直結してますね、地下鉄が。だいぶ発展してるんですね。ちなみに今回なんですが、普段私の旅移動を含めてね、大体一人で行くんですが、今回ウイグルに関しては知り合いの方で中国語と英語が喋れる方とですね、実際にその方はウルムチにも行ったことあるという人と一緒に行動します。皆様ご視聴ありがとうございます。本日は2025年の5月9日、今私は中国新疆ウイグル自治区ウルムチに来ております。はい。それでですね、いきなりなんですが、先ほど私はね、日本から北京を経由して、こちらの新疆ウイグル自治区に入りました。で、ウルムチ市のね、中心部にある今ホテルにチェックインしたところから今ね、撮影をしております。私が今回ウルムチに来るまでの工程ですね、今ざっくり説明したと思いますが、別動画で、東京羽田空港からね、北京経由で結構時間かかってきたんですけど、それは別動画でちょっと時系列がずれますが、お届けしようと思ってますが、今回はウルムチ滞在編ということで一本でお届けしたいと思いますので、そちらの内容をね今日見ていただこうと思います。冒頭説明したと思いますが、こちらの新疆ウイグル自治区ね、皆さんも様々な情報を日本のメディアからね、ネットも含めて得ていろんな思いがあるかと思います。で、私も最近ね、特に中国の地方都市とかいろんなところ、北京とか上海以外でですね、いろいろ攻めてて、こちらのウイグルはね、いつか来たいなっていうふうに思ってたし、あと視聴者さんからのリクエストも結構多かったです。正直言うと、スーさんウイグル行ってくださいみたいな。で、今回私の希望もかなりあってウイグルに来ております。実際のところね、日本人の方からしたらウイグルかなりネガティブな情報が多いのかなと思いまして、いろんなね闇の部分、中国の、見せたくない部分があるような街かなとは思うんですけども、実際、街はどんな感じなのかっていうのを私目線でね見ていこうと思っております。今回この動画では私がウルムチに滞在する2日間の様子、今日もうすでにね、夕方の16時40分もう5時なんですけども、はい、その様子をまとめてお届けしたいと思います。で、これから、街の中心部の方のバザール行ったり食事行ったりとかしていこうと思っているんですが、普段はですね、私はだいたい一人でいろいろね中国も含めて行くことが多いんですが、今回はねちょっと知り合いの人と一緒に行動しておりまして、ウルムチでも一緒にね滞在する様子でございます。なんでその方がちょっと映るかもしれませんが、その方はね中国語も喋れて、日本語ももちろん喋れて、で英語も喋れて、ほぼほぼ日本人なんですけど、一応中国国籍も持ってるっていう方で、ウイグルにも来たことがある人だったんで、私にとって非常にねありがたい助っ人なんですけども、はい、その方と一緒にちょっと飯を食いに行ったりとかブラブラしようと思っておりますので、はい、そんな感じでちょっと今回心強いです。あとはこの中国の少数民族エリアのシリーズですね、朝鮮族であったりとか、ツチャ族とか、ミャオ族とか、今まで結構いろんなとこ、あとモンゴル族とかねやってきたんですが、今回はですねウイグル族の街ということで、ウイグル族の皆さん、イスラム教なんで、実際もうすでにちょっと街見ましたけど、かなりね中国っぽさっていうよりももう完全に中東な感じ、イスラムの感じの匂いと雰囲気があって、で食事とか文化も全然違うんでね、その辺もちょっと体験していこうかなと思っております。皆さんがイスラムと聞いて、でウイグルと聞くといろいろね想像するかと思いますが、そのギャップっていうのをねちょっと見ていきたいなと思っております。じゃあ今からねちょっと外に出かけます。それでは早速、行動していきたいと思います。今ねホテルを出ました。でこれから、ホテルの近くにですねバザールがあるんで、そちらに行ってちょっとブラブラして、で晩ご飯をとりあえず食べに行こうかなと思っております。全然やっぱちょっと中国と違う雰囲気が、匂いもそうなんですけど、はい、ちょっと今私はマスクはしておりますけど、あんまり映していいのか分かんないですけど、やっぱウイグルの人たち全然顔が違いますよね。もう完全にトルコ系の顔の人たちがいっぱいいますね。あと今私が泊まってるホテルの直結してワンダープラザっていうでっかいね中国各地にあるショッピングモールがあって、でこの中に何でも基本的にあります。ウルムチにいることをね忘れるぐらいその辺の中国の街と同じぐらいですね。無印とかユニクロとかもう何でも全部あります。あとはよくあるソフトクリームの激安のお店、はい、とか何でもありますかね。ちょうどホテルの前にヤマハがありますね。これバイクとかじゃなくて楽器ですかね。ピアノとかの販売店がありますね。ここも夜市なんですね。ここに書いてあるんですけど、結
構ね、まあ平和な感じですけど、まあ一応こう警察の人とかがいたりとかしますね。ちょうどねホテルの前にこのナイトマーケットの今準備中なんですけど、結構すごいいっぱいありますよ、お店が。でこれがウイグルの人たちがねベースで食べてる羊肉の丸焼きのお店。この後ねレストランで羊肉食べようかなと思ってますが、ちょっとここでは食べないですけど、はい、すごいタイのねナイトマーケットみたいな雰囲気がありますね。何でもあります。臭豆腐とかも売ってるし、あとやっぱこの串焼きですよね。これうまそう。でかいっすね、肉が1個が。まあこの辺のものは後で食べると思います。とりあえず今から配車アプリでバザールの方に行きたいと思います。それでは配車の車来たんで乗ってバザールに行きます。街並みがやっぱり独特な感じですね。やっぱあと歩いてる人が本当に全然私たちのアジア人の顔じゃない人が多くて錯覚しますね。まあでも言葉はやっぱり中国語が多いですけど、あとお店が意外にいっぱいありますね。かなりね発展してるんですよね。普通に大都会です。あとですね、ウイグルに関しては今中国の時間で設定されているので、日本との時差は1時間なんですけど、体感的にはですね場所がだいぶパキスタンとか、キルギスの方にあって、その辺の周辺国は日本と時差が4時間あります。なんで事実上4時間ぐらいの時差があるんですよね。で今夕方の6時、過ぎですけど、こんだけ明るいです。で今の時期は夜の22時を過ぎないと多分日が沈まないですね。一応だけど中国の時間に合わせて1時間となってるんで、だいぶね違和感が感じられると思います。それでは街の中心部の方に来ました。だいぶですね警察が多くて、これ走行車とかもいたりするんですけど、これ地下鉄の駅ですね。でこっからバザールの方入っていくっていう感じで、あそこですでに保安検査が必要になります。この辺もおまわりさんたちいっぱいいますね。ただそこまでなんかピリピリしてる感じは今のところないですかね。観光客が多いなって感じですね。はい、ここから中に入っていくところですね。グランドバザールですね。でこれがバザールの入り口で、よくウイグルに来ると皆さんが撮ってるところですね、写真とかを。でこの前後に公安の人たちのあれがあって、今もそうですね、たくさんいますわ。はい、それではちょっと中に入るのに厳重な保安検査があるんで今から受けます。今保安検査を受けて中入りました。入ってすぐにこのラクダのオブジェとかあって、この中東感すごいありますよね。これ全然他の中国の街では感じられないところですかね。結構若い女の子とかもいますけど、こんな感じですかね。中至って普通ですね。でこの中がバザールになってまして、もうこっから見ただけでもかなりなんていうんですか、異国情緒が伝わってきますね。すごい盛り上がっております。すごい、やっぱあれですね、中東の国に行った時と同じ感じだわ。このドライフルーツがいっぱいあったりとか、あとこの独特なチーズですよね、いっぱいある。すごいな。このシーンだけ見たら本当に中国じゃないですね。そうですね、なんかアラブの方に比べたらそんなにしつこくないですね。客引きの今話をしてましたけど、結構話しかけてはくるんですけど、買わないと分かると今日ね簡単に引いてくれるんで、しつこくないっていう今印象がありますね。
すごいね。まあ、でもどこでもなんか大体売ってるもの同じ感じですね。すごい。韓国人に思われるのか、韓国語で話しかけられました。すごい、見たことないものもまあ売ってますけど、まあこれ虫ですね。虫とか。すごいっすね。特産品がブドウのとか干しブドウとかが多いってことで、やっぱ多いっすね、ドライフルーツが。この辺はちょっとよくわかんない謎の雑貨コーナーみたいな感じですかね。こっちもそうですね。だいぶ広いですよ。民族的なものもいっぱいありますね。ウイグルは特産品としてレーズン、干しぶどうとあとメロンも有名らしいんですよね。私メロンが食べれないんですけど、メロンとかスイカもすごいたくさんあります。はい、すごい綺麗で、ちょっと右下にいる感じでやっぱ監視してるおまわりさんたちがいます。もうちょっと近づきます。すごい人だかりができてますね。中でね、大道芸みたいなことをやってるんですけど、四方八方にですね、監視してるおまわりさんがいて、大体あそこにポリスステーションもありますしね。今私の横でおまわりさんががっつり見てます。あとですね、私たちも食べてみようと思ってますけど、この、ウイグルの名物はね、ヨーグルトなんですよ。はい、ヨーグルトのものがいっぱい売ってて、チーズとか美味しそうですね。これで作るのかな。ああ、はい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 。あとウイグルの名物の一つ、ザクロです。でザクロジュース生搾り作ってくれるんで、ちょっと今から2人分注文してみようと思います。生搾りザクロジュース、バンコクにもありますけど美味しそうですね。それで、ボトルに入れてもらいまして、こちら冷たくなっております。でこちら生搾りザクロジュースです。超うまそう。それじゃあ生搾りザクロジュースいただきます。後ろにおまわりさんいるんですけどあー、すごい濃い匂い。美味しい。生き返りますね。体に良さそう。いいですね。最高。こんな感じで平日なんですけど、今ね、時間的に18時25分ぐらい、晩ご飯時、もうちょっと早いかな。結構人がいっぱいいますね。観光客多いと思います。この背景ですね。結構これどこ行ってもこういうことやってますけど、今一緒に行動してくれてる方は中国語、英語、日本語全部ペラペラ喋れるんですけど、今このウイグル語に関しては本当に何言ってるかわからないと。これもウイグル語の放送ですよね。アナウンスで。レストランだと思うんですけど、全然雰囲気がもうまるで違いますね。今から警察の人たちが駅の近くとかで装甲車に乗って、もう完全に警備してガチガチにしてるので、ちょっとそこの前通ります。バザールの横にあった、美食街、食べ物屋さんがいっぱいあるところですね。ちょっとそちらに行きます。ここもこれ止まってますね。保安のここの今から保安検査を受けます。はい、かなり広いフードコートみたいな感じになってまして、伝統的なナンとかも売ってますね。後で食べるんですけど、こういったナンがね主食です。こちらのウイグルの人たちのすごい美味しそう。
匂いがもう完全に中東ですね。ちょっとね今からお茶屋さんに入ることにしました。この2階みたいですね。このナンに入ったコーヒーが飲めるらしいのでちょっと行ってみたいと思います。まだね晩ご飯はこの後食べるんですけど、あすごいにおあすごいめちゃくちゃすごいです。这个呀啊咖啡囊カフェナン28元ですね。はいそうです。他拿一个咖啡囊赶快去到这个来吃的，给我拿奶茶吧要翻成奶茶这个。一个奶茶一个那个咖啡囊それで今こちらのウイグルの文化が感じられそうな、カフェに入りました。で今ね先ほどお見せしたナンが器になってるコーヒーっていうのを頼みまして、あとこれねお店の中で普通にタバコ吸えます。なんで我々2人とも喫煙者なんで、はい、この店を選びました。はい、早速灰皿アシュトレイ出てきました。今これはカザフスタンの紅茶お茶だそうです。中身はこんな感じでめちゃくちゃいい匂いしますね。ウイグルとちょっと関係ないんですけど、これカザフスタンの伝統的なミルクティーだそうです。あとなんか甘いものついてきました。それじゃあいただきます。このまま口につければいいのかな。こんな感じ。普通のコーヒーですねちょっとぬるくなってますけど、でもコーヒー自体は美味しいですね。この周りのなんかカラフルなやつが多分なんか砂糖系だと思うんですけど甘いですね。ちょっと今パンの部分を食べてみます。思ってたのと違う。なんかねあれです、タルトの生地みたいなパンじゃないですね。美味しい。意外と甘いんだパンがちょっと。これは美味しいですわ。お疲れ様です。初めて飲みます。カザフスタンのミルクティー。ちょっとしょっぱいやつですね。これよくあるんですよね、こっちのあれで。そうですね。でも俺好きです。激甘と思ったんですよ。激甘の可能性もありますよね。なんかこっちの中央アジア系はしょっぱい系のミルクティーが有名なはずですよね。そうですね。美味しい。それではですね、今もう20時ぐらいなんですけども、めちゃくちゃ外明るいです。でこれからちょっとここで晩ご飯を食べるんじゃなくて行きたいレストランがありますんで、このウイグルの食事が食べれるところ、そちらの方にちょっと移動して、晩ご飯食べに行きたいと思います。本当に海外にいるような感じ、もちろん海外なんですけど中国にいるとは思えないですね。このもう20時でこんだけ明るいと青空だと本当にドバイとか、マスカットとかオマーンとかね、ヨルダンに行った時のなんか感じがする。とても夜20時を過ぎてるとは思えない賑やかさと明るさですね。あと本当に警察ばっかり。ビールも売ってますね。すごいでかいジョッキですわ。いやーすげえ。ウイグルビール。あとはやっぱ伝統的にどこ行っても羊肉の、こういったものもたくさんあって、この後食べます。ちょっと屋台では食べません。すごい明るいですよね。20時ですからね。こういうパンとかがもうね中東っぽいですよね。それではちょっと配車アプリでレストランの方に移動します。このトヨタの車ですね。それでは到着しました。今回こちらの中にあるレストランにね行こうと思ってるんですけど、今ねちょうど夕方ぐらいになりました。時刻は9時ですね。
すごいちょっとバグってますよねはい、とりあえずまた保安検査を受けて中に入ります。ちょっと事前にね調べてきたわけじゃないんで、奥の建物のレストランの方に行こうと思ったんですけど、なぜかねボーイング757の飛行機がこちらに止まってて、こうなんか繋がってるんですよね。これはちょっと知らなかったです。今来て初めて見たって感じですね。でもなんか三菱って書いてありますけどこれなんで三菱なんだろう。三菱モータースって書いてあるけど、ちょっとゆえんは分からんですね。なんでなんだろう。別に多分757のエンジン三菱が作ってるわけじゃないと思うんですけど。で今回行こうと思ってるのはこちらの、レストランですね。とりあえず今日はここでがっつり食べます。もうお腹空きました。ウイグルの伝統的ななんか感じのレストランです。ということでお店の中入りました。すごいかなり混んでます。すごいきらびやかですね。伝統的なウイグルの装飾だと思います。はい、一応店内ですけどタバコ吸えます。素晴らしい。あとはこのやっぱりせっかく来たんでやんこっちじゃないですけど羊肉の串焼きとかたくさん食べていきたいですね。ここのおすすめはこういったウイグル料理なんですが、皆さんがなんか注文するのがヨーグルトアイスクリームドリンクみたいな、そういうのがあるらしくて、それをちょっと飲みたいなと思ってます。とりあえず羊の肉の串焼きとかいろいろ頼みました。であと紅茶はね無料で飲めます。もうポットでくれますね。はい、で今タバコも中で吸えるんで最高ですねまず最初にですね頼んだナンですね。ウイグル式の普通のプレーンなんです。でこれが中に肉まんを焼いたみたいなやつですね。はい、これも頼みました。うまそうです。超熱々焼きたてなんですけど、これよく中東行くとありますよね。こういう感じのパンというか中にひき肉の具が入ってるやつです。やけどしそうなぐらい熱いですね。いただきますはい、今回初ウイグル料理かな。もう香りが香辛料が中東ですね。中はね羊の肉のミンチだそうです。美味しい。熱々ですね。中の羊の肉がすごいジューシーで歯ごたえがあって、味付けとしてはねかなりシンプル。すごく胡椒が効いてて、で私の嫌いな八角の味もしないですし、めちゃくちゃ美味しいですね。これは普通のナンです。俺好きです。これすごいもちもちでうまい。それでこちらが鶏肉と、野菜の和え物みたいなやつなんですけど、美味しそうですね。めちゃうまそう。めちゃくちゃ美味しそうです。これネギとか玉ねぎとかがいっぱい入ってて、美味しい。ちょっと辛いですね。でもうまい。辛いですね。結構コーラが合います。定期的にショーみたいなのがあるみたいで、多分ウイグルの音楽だと思うんですけど、ちょっと向こう側でやってるから見えないんですけど曲は聞こえてきます。それでこちらが羊肉の串焼きですね。うまそう。先に注文したナンの上に置かれました。確かね内モンゴルで食べた時も同じ感じでしたね。超うまそうです。焼きたていただきます。超美味しい。めちゃくちゃ美味しい。無限に食えますねこれ。すごいジューシー。ちょっと追加で頼もうかな。これうまいわ。最高。全然臭みとかもない。さっき食べたやつはシンプルに塩コショウだったんですけど、これスパイス味の、羊の串焼きですね。一気になんか中東っぽさを感じる味になりました。でもめっちゃうまい。
あまりにも美味しくて追加しました。はい、2人ともこれ日本で売ればいいのにっていう話を今してたんですけど、これなんと1個5元なんですよね。だから100円ぐらいです。で串焼きも超うまいですね。やばいわ、ウイグル飯超うまい。であと一応人気だと言われているウイグルのヨーグルトとアイスクリームとお茶が混ざってる、アイスクリームヨーグルトティーかな。はい、それ頼みました。でもちょっとさっぱりしますね。甘い感じの想像してましたけど、結構酸味の強いヨーグルトの冷たいジュースって感じ。これはこれでありですね。それでウイグル特産のメロンとスイカが、各テーブルに多分サービスで配られるんですけど、残念ながら私はねスイカとメロン両方ともアレルギーで食べれないんですけど、ちょっとこのウイグルのメロンはちょっと食べてみようかなと思います。こういうメロンですね。日本でも売ってますよね。ちょっとやっぱウイグルの特産っていうので食べてみたら食べます。美味しいです。味は本当美味しい。俺もなんか無限に食べれそうな味ですね。甘すぎずでもメロンの香りはします。あとね、これ珍しいんですけど、羊の心臓初ですね。臭みもなくて牛肉のカツみたいな感じで美味しい。それでこちらも羊肉ですね。羊肉をグリルしたようなやつですね。うまそう。これすごい量ですね。これあれですね、羊のスペアリブですね。多分骨がついてますけど、こんな感じでいただきます。これめちゃくちゃうまいわ。すごい油ですけど食べ応えありますね。めっちゃうまい。前面罗南黄沙之上，满满星河浩瀚，西岳苍茫，唯有灼灼焰火。ということで大満足しました。めちゃくちゃ美味しかったです。ウイグル料理がね本当に美味しいんですよ。で今日ね伊藤さんと一緒に食べてたんですけど、中東で食べるねこういうアラブ料理より美味しいんじゃないかっていう話をしてました。はい、もう大満足です。とりあえず今からホテルに戻って今日は休みます。おはようございます。本日は2025年5月10日、中国新疆ウイグル自治区ウルムチ市に滞在して2日目の朝になります。朝食会場に来ました。ちょっとあれですね、ウイグルっぽい中東っぽいようなものがあったりしますけど、基本的には中華料理がメインですね。そんなになんかちょっと言い方悪いですけど微妙ですねまあでもちょっと食べます。朝ごはんはこんな感じで持ってきました。今日は現地のいろいろウイグル料理も食べたいなと思ってます。あとはワンタンですかね、はい、これ食べて準備して出かけたいと思います。それでは新疆ウイグル自治区ウルムチ2日目ですね。で今日は今からですね博物館に行こうと思います。で博物館は無料なんですけど予約しないと入れないっていう感じなんで、ちょっと予約もしてもらいました。でその後モスクに行きまして、であと街をちょっと見て、あと名物のなんか食べたりしてっていう感じで今日はもう終わりになると思います。で1日ありますんでね、余裕はあると思います。1日といってももう今はもうすぐお昼なんですけど、はい、そんな感じで行きたいと思います。それでは本日も一緒に、行動してもらって今から博物館の方に行きます。それでですね、こちらが、ウイグル自治区博物館という場所で入場料無料で誰でも入ることができます。こんな感じで
漢字の上にですね、アラビア語が書いてあるって感じですかね。一応ここではそのウイグル族の新疆の、文化、そういったものの展示物があったり、あと目玉としては、このエリアで発掘されたミイラが展示してあるということです。ただ入るときにもちろん外国人パスポートいるのと事前予約をしないと入場できないという感じになっております。ただほとんどの、観光客の人はここに来るはずです。でこの博物館自体がちょっとモスクみたいになってますね。はい、じゃあ今から公安の人たちはそこにいるんで、今からセキュリティ受けて中に入りたいと思います。はい、がっつり公安がいますね。それではね、今日はとりあえず最初にこちらの博物館入ってきます。ちょっとね来てみたかったんですよね。新疆ウイグル自治区博物館ってもう名前がドストレートでいいですよね。行きましょう。とりあえず中に入りました。すごい広いですね。でかいです。あと今日土曜日ということでお客さんが結構いっぱいいます。ほとんど外国人ではなくて中国人ですね。一応ね中がドームみたいになって、このモスクの上みたいなこんな感じなんですよね。一応はイスラムのあれをモチーフにしてると思いますが、こんな感じです。すいません、ちょっと秘宝なんですけど、今ねちょっとスタッフの人に伊藤さんに聞いてもらったんですけど、なんとね本日そのミイラが展示してある部屋工事中で見れないらしいです。一番ミイラが来たくて来たんですけど、マジか。本当に博物館とかね、そのヨーロッパの教会とか縁がないんですよ。いつも工事中なんですよ。マジか。一応来たからちょっとざっくり見ます。一応歴史的なものが展示してあったりするんですけど、割と混んでるんですよね。相当前の石器ですかねのものが展示してあったりしますけど、興味のある人はじっくり見に来てください。俺あんまりこういう石のこういうのあんま興味ないんでちょっとざっくりいきますけど、あとこちらにミイラの写真とかそういうのがあるんですけど、これ実物はちょっと今回見れないんですけどね。この辺の新疆ウイグルエリアはねやっぱりイスラムなんですけど、調べるとやっぱ日本でも多分絶対無理ですけど、生贄とか、ね、神様に人を捧げたりするのとかもあったみたいなんで、そういう文化がね、そういった名残もいろいろ展示してあるんだと思います。すいません、私専門家じゃないんでよく分かってないんですが、これはお墓ですかね、このウイグルの。一応この博物館にもですね、習近平さんの格言が書かれておりまして、中国は偉大であるということが書かれてあるみたいです。せっかく新疆ウイグル自治区のウルムチまで来て博物館の一番の目玉のものを見れないってすごい確率だと思います。ショックだな。とりあえず今回ね見れるところがすごい少なくて改装中なんですよね。こっちの奥とかもっと展示物があって、あと奥の方も全部青いブルーシートになってるところが入れなくて、でミイラーも入れないという感じなんで、もう15分ぐらいで見終わってしまいました。で今からねここからモスクに行きたいと思います。ちょっとモスクに行く前に喉が渇いたんで、奥にですね、バーガーキングとかチャギとかあるんですけど、そこに無印があったんですよね。ウイグルのウルムチの中にこんなにたくさん無印があるとは知らなかったんで、ちょっとそこで飲み物買いに行きます。こちらの無印に行ってみます。ちょっと気になったんで無印に入ります。変わらんすね、日本と。ありました、お茶が。冷たいお茶買います。まさかのね JCB 使えるんですよね今。はいJCB でお茶買います。アメックスとかね全然使えないんですけど、昨日のレストランもね JCB 使えたんですよね。ほらこんな感じで JCB、アメックス、マスター、ビザ全部使えますね。ということで無印でお茶買いました。しかも JCB もアメックスも使える。北京よりねクレジットカードの使える率が高いそうですよ。すごいねウイグル。ここにですね夫人の像型
一応髪を切る散髪屋らしいんですけど、日本語があったんでちょっと見ちゃいました。東京の最新流行のファッション髪型。あとですね、バンコクとかでもよく見るワトソン、これ結構ありますね、ウルムチ街の中に。それで今からねモスクに行こうと思ってるんですけど、ちょっとね調べてるとモスクに一般の人、外国人とか中国人入れないみたいですね。今もう規制されてて、外から見ることしかできないっぽいです。でも一応このウイグルの地にあるね元々のモスクなんで見に行きたいと思います。結構ね露店ではイチゴとかチェリーがたくさん売ってますね。で今からちょっと配車でモスク行きます。ということで着きました。であっちにもモスクあるんですけど、今回目的で来てるのはこれなんですよね。ちょっと見えるかな、入れないって聞いたけど入れそうな気もする。はい、ちょっと見てみましょうか。どうやらこのモスクね入れないと思ってたんですけど、一応入れるみたいで、なんか下がねショッピングモールみたいに改造されてますね。モスクとしての機能はもうないのかもしれないですね。はい、それでは中に入ってきます。中に入りました。普通にすんなりね入れました。保安検査ないような感じです。建物自体そんなに大きくはないですかね。下がねショッピングモールなんですけど、一応上がねモスクみたいに中入れるみたいですね。こっから入るみたいです。今ね聞いてもらったんですけど、今日休みで、モスクの中ねダメだって言われたんですけど、日本から来てどうしても見たいって言ったら入れてくれるみたいです。で中がねモスクの設備はもう取っ払ってしまって、ただ方向だけはメッカの方向いてると、オフィスみたいになってるらしくて、そこ今ね中東の本当のガチモスクみたいにはもうなってないみたいですね。でも入れてくれるということでめちゃくちゃ優しいです。ウイグルの人特別に今案内してくれることになりました。めちゃくちゃそうですね、僕たちだけ、一応日本人だっていうのを今言って快諾してくれました。一応靴をこう覆うカバーをつけて中に入ります。すごい中東にいた時を思い出しますね。このふかふかの綺麗な絨毯。ちゃんとしたモスクですね。すごいめちゃくちゃ綺麗。この方向がメッカに向いてるということで普通入れませんからね。すごいな、めっちゃいい人だった。はい、ということで特別に入れてもらえてすごいめちゃくちゃ綺麗です。すごいね、この空気感すごいですね。普通入れませんからね。すごいいい経験しました。本当天井がめちゃくちゃ綺麗。これウイグルのモスクです。ということで特別にですねモスクに今回入れてくれたんですけど、一応ねイスラムの人はこの中で1日5回ですね礼拝今でもやってるみたいで、基本的には部外者の人はね入れないみたいです。特別な日しか開放しないんですけど、今回ね特別にすごい優しくて入れてくれました。すごい真摯な人でしたし、あと英語もできました。で普通イスラムの国ってお祈りの時間にアザーンでしたっけ、イスラムの音楽が流れると思うんですが、それはねウイグルではできないっていう感じです。はい、ただ一応礼拝自体はやってるって感じですね。イスラム教のエリアなんですけど、やっぱちょっと独特な感じはありますね。いろいろ厳しい規制もあると思うんですけど、でもすごい優しいですね。もう入った瞬間の雰囲気と、今接した人が本当に中東の優しい人たちがもう頭に浮かびました。はい、全然やっぱ中国ではないですね。それでこちらがウイグルのアイスクリーム、1つ5元ですね。はい、今食べてみました。味はねこれなんて言ったらいいんですかね、バニラとはちょっと違うんですけど、皆さんが昭和の時代に食べた安いアイスの味というか、アイスクリーンって分かりますかね。アイスクリーンにちょっと似てる感じで、もう本当懐かしい味ですね。1個5元ですから100円ですからね。結構売れてるんですよね。
皆さん買いに来たりしてて、それで今モスクをね出たんですけど、そのモスクの、管理の人からですね、おすすめの観光スポットがあるっていうことで、ここから歩いていける距離で、秦の時代に作られた西安陝西省で有名なお寺のなんかがあるみたいなんですよ。そこにちょっと中国式のモスクっていうらしいんですけど、そこに行きます。こういうね貴金属のお店がいっぱいあるんですよね。で全部アラビア語で書いてあって、この辺結構お店もありますね。今お寺まで歩いてるんですけど、こんな感じでですね、民族団結とか書いてあって、中国53の少数民族と漢民族が一緒ですよっていう風に、今聞いたら洗脳するために書いてるみたいな感じらしいです。でこちらが中国式の、いわゆるモスク、もう完全にお寺ですけども、お寺っていう認識でいいと思います。ここが結構有名らしくておすすめされたということで今来てきました。歩いて10分ぐらいでした。なんか似てますね、日本の門前通りみたいな、お寺の周りにお店がいっぱいあるみたいな感じですね。普通に中に入れると思いますが、でも完全にこれも中華街みたいな感じですね。一応ですね今教えてもらったんですけど、中国、今の現状の中国にあるイスラムの、文化のお寺なんで、日本のねよくお葬式やるときとかの日本にいろいろあるお寺とはちょっと違う、あくまでもイスラムと中国の文化がベースのお寺ということみたいですね。はい。だからそういうのは確かに今まで見たことなかったかもしれないですね。見た目はね、ほんと中華街の門とかを、日本人がインスピレーションするお寺に見えるんですけど、ちょっと違うみたいですね。で、ここまた保安検査して入ります。それではお寺の中に入りました。人は全然いません。こんな感じで広いですね。かなり手入れされてて、どうからどう見てもね、日本人の演奏する、中華っぽいお寺って感じはするんですが、でもこれね、イスラムのお寺ということで不思議な感じですね。一応受付の人もね、ウイグルの方でした。漢民族の方じゃなかったです。ちょっと具体的にはねわかんないんですけど、ちょっとやっぱ色合いがウイグルっぽいかなって感じはしますね。結構細かいですね、装飾が。それでこれからですね、新疆街というね、新疆の文化がお店がいっぱいあるような通りに歩いて今移動してます。でそこで昼ご飯食べようと思います。こういったね街中のなんかひっそりしたところにモスクがあったりするんですけど、囲われちゃってね入れなくなってるんですよね。これがなんか現実だなって感じはしますね。すごい屋台がいっぱいあるんですけど、ここのねこの建物なんですよ。ただね改装中らしいんですよね本当恵まれてないな私は。ここにいっぱいお店があって、この前のバザールみたいな感じだったんですけど、今はもう閉鎖されちゃってるんですよね。せっかく歩いてきたんですけど、今言った通り入れないということで、もう外観だけになっちゃいます。これが新疆街というところですね。やっぱりねなんていうんですかね、ウイグルの人たちが大事にしてた場所とか文化みたいなのが本当に徐々に消されてる感というかありますよね。はい。なんでちょっと中入れなかったんで、今ちょうどこの屋台街がいっぱいあって、でラグマンっていう伝統的なウイグル料理があるんですけど、麺ですね、ヌードル、それをちょっと昼飯で今から一緒に食べようかって話をして食べます。すごいいい匂いがしますね。この辺も屋台がたくさんあります。羊肉の焼いてる匂いとか、あとピロフですか、作ってますね。ここで食べても良さそうですね。ラグマン食べてますね。あとパンもある。それではこちらのドローカルなお店で食べます。すごいうまそうです。値段はですね、こちらのかけるタイプのラグマンが22元で、ピラフが25元ですね。ピラフの方がちょっと高いですね。で今ちょっと追加でこの、羊肉の串焼き頼みました。これがウイグルの羊肉のピラフですね。結構うまそうです。多分これはサービスのやつですかね。人参のなんかサラダみたいなやつですね。す
すごい本格的ですね。はい、それでラグマン来ました。これかけるタイプのやつにしました。はい、でうどんみたいな麺なんですけど、これねめちゃくちゃ美味しいです。すごい私ハマってるんですけど、多分日本人の人なら誰でも好きな味ですね。まあ、ピラフもそうだと思いますけど、はい、ちょっといただきます。それじゃあいただきます。もうこれね豪快にぶっかけるんですよ。全部かけますね。こうやってあとは混ぜながら食べる。具材はひき肉ときくらげ、ピーマンって感じですかね。きくらげがなんか普通入ってなさそうですけど、こっちは入ってます。はい、じゃあウイグル料理ラグマン。うまっ。これはね美味しいですよ。絶対みんな美味しいって言うと思う。食べやすいですね。味付けもやっぱり優しいから濃くはないんですけど、なんかトマトベースで本当に美味しい。確かね埼玉とかにもウイグル料理屋があって、俺行ったことあるんですよ。大宮の駅の近くだったかな。だから興味のある人ラグマン、まあ、ネットで調べると多分もしかしたら冷凍食品とかで買えるかもしれないですけど、美味しいですよ。おすすめです。はい、でこれがウイグルの羊肉のピラフですね。いただきます。かなりね薄味ですね。でも美味しいですよ。優しい感じで、ピラフみたいなバターの味はしないんで、どちらかというとなんか日本の五目ご飯みたいなさっぱりな味ですね。まあでも美味しいです。それで昨日に引き続き羊肉ですね。これ普通にただ焼いただけです。塩コショウで1本5元ですよ。めちゃ安い。韓国で食べるねヤンコチよりね肉は絶対こっちの方が大きいです。向こうのめっちゃちっちゃいんで、さすが本場ですね。まあこれは昨日に引き続き美味しいです。それでは美味しい昼ご飯食べたんで、ちょっとまた移動するんですけど、今からねこのウルムチ地下鉄っていうのに乗ってみたいと思います。1号線ですね。今多分1号線しか開通してないと思うんですけど、ウルムチに地下鉄があるの知らなかったんで、ちょっと乗ってみます。とりあえず今保安検査抜けて、中入りましたけど、数々のね中国の地下鉄私乗ってますけど、初めてですねライター没収されました。空港とかだったら分かるんですけどね、この火とか油とかにすごい警戒してますね。あとね聞いたんですけど、ウイグル、ガソリンスタンドね、車にガソリン入れるのパスポートとか、あと在留カードかああいうものがないと買えないそうです。はい、ということでチケット買いました。バザールの場所まで、はい、買います。トークンじゃなくてねカードタイプでしたね。はい、じゃあ普通に乗ってきます。それでは初めてのウルムチメトロです。先ほど言った通り、ウルムチメトロね、1号線しか今開通してないんですけど、空港に直結してるんですよね。なんで空港にダイレクトに市内中心部から行けるのはかなりいいかなと思います。結構利用者多いです。私たちは今回この二道橋っていうところで、これがバザール、昨日行ったところの駅なんですけど、一駅しか乗りません。で今のね空港じゃないわ、地下鉄の中のホームのこのアナウンスが第一言語がウイグル語です。で次が中国語で、たまに英語です。はい、なんでメインこちらの言葉で話されてますね。すごいめちゃくちゃ新しそうですね。綺麗ですね。
open on the left. Please take your belongings. 結構むずいな。アラビア語だと左からこういう風に流れてくるんですけど、中国語になるとね、日本語と同じく右から流れるんですよね。この切り替えがすごい面白い。こんな感じです。それでですね、今からホテルに戻る前にちょっとマッサージしろって話になって今から一緒に2人でマッサージ行ってきます。足つぼマッサージ、これですね、東尋街。ということで、こちらの部屋でフットマッサージ受けます。ということで、今からマッサージ受けます。最高ですね、ここ。この前の10杯の時もそうだったんですけど、タバコ吸えるんですよね。で、今飲み物とフルーツもいただきました。最高です。今ですね、この足湯の中に漢方薬を入れてもらいました。ということで、素晴らしいマッサージを受けて体力回復しました。今ね、こんだけ明るいんですけど、もうね、夜の20時ですあっという間ですね。もう時間感覚バグりますわ。ということで、最後ですね、ちょっと晩ご飯食べて今回のね、ウルムチ滞在を終えようと思うんですが、ちょっと連続でウイグル料理食べてるんで、なんとね、ウルムチに日本食レストランがいくつかあるんですよ。で、今ちょっと調べてくれてすき焼きを食べることになりました。なので、ちょっと今からすき焼きを食べに行きます。これすごいんですよ。この植物からこのタンポポの種みたいなやつがすんごい舞ってるんですよね。これ北京でも舞ってたんですけど、これすごいですね。これ街中に飛んでます。街中ですごいね、飛んでるんですよね。それで市内中心部にあるショッピングモールの中に日本のねゴリラがあるということで、僕はちょっと調べてないんですけど、はい、食べます。ちょっと風が強いですね。この CC モールっていう場所ですね。かなり最先端な感じのショッピングモールっぽいですね。ホテルから確か近いですね。ちょっと自分はね詳しくないんですけど、一緒にいる伊藤さんがこのポップマートっていうお店がねめちゃくちゃ流行ってて、日本でもタイでも韓国でも、あとイギリスでもなんかすごい流行ってるみたいで、それがここに入ってました。すごい混んでます。で、どんなお店かも俺よく分かってないんですけど、要は人形とか雑貨系ですかね。こういうあれか、キャラクターグッズが売ってるようなお店なんですね。これがすごい人気なんらしいですね。全然知らなかったわ。転売で買っても利益で出るかもしれませんね。すごいっすね。ウイグルにこんなね、ウルムチってこんなショッピングモールあるなんてめっちゃ綺麗です。バンコクみたいですね。で、テスラもあります。アメリカは今このウイグル問題でかなり攻めてるところなんですけど、テスラありますよ。日本料理屋も結構入ってますね。今3軒ぐらいありました。で、和牛焼肉とかもあるし、すごいっす。これも焼肉ですね。マルタ屋、日本ですね。これもね、日本人がやってるわけではないですね。でも日本式の焼肉屋さん満席です。こちらのお店ですね。すごい、これですね。ということで、和食料理屋入りました。最後ね、この先日本食食べれる可能性非常に低いんで、食べようということで入りました。2人で今サンガリアのラムネ、グレープラムネ飲んでますすいません、いきなりちょっと寿司を食べてるんですけど、なかなかすごいクオリティだと思いますね。これ5貫で78元とかそんな感じだったんですけど、値段もやっぱこれ多分北京とかで食べたらすごいと思うんですけど、78元だったらまだ100元切ってますからね。ちょっともうどうしても食べたくて注文しました。ウイグルで寿司を食べるとは思わなかったです。いただきます。酢飯がちょっとって感じですね。でも美味しいですよ。クオリティは高いと思う。酢飯だけがちょっとなんかもうちょっと酢飯っぽくしてほしいです。
でも美味しい。はい、これで頼んだ、すき焼きですね。うまそう、普通にうまそうです。匂いも、和風の感じのウイグルでとても食べれそうな感じではなかったんですけど、すごい時代になりましたね。一応ね、生卵じゃなくて温泉卵につけて食べるすき焼きでした。これはこれでまあうまそうですね。すいません、だいぶ食べちゃったんですけど、すき焼きも今食べて、天ぷらと茶碗蒸し食べてます。あれですね、ウイグルでこんな日本食が本当食べれるとは思わなかったんでちょっと笑ってしまいましたけど、でも結構お客さんもいて皆さん食べてますね。刺身とかこんな内陸なのにどうやってあんだけ管理するんだろうと思いますけど、技術が上がってますよね。ということでホテルに戻ってまいりました。今回新疆ウイグル自治区のウルムチ市に、2日間ですね滞在してみました。皆さんね、見た感じどう思いました？やっぱりですね、日本人の方々メディアでもですね、散々ウイグルの、情報っていうのをね頭に入ってきてると思うんですが、実際問題ですね、私は今回初めて来て、来る前すごい不安なこともあったし、正直ビビってました。ただ滞在してみた結果ですね、もちろん他の中国の街と比べて警察の監視が強いなっていうふうに思ったんですけど、割と自由に行動もできたし、自分が散々いろんな中国の街に行ってるんですけど、あんま変わんないなと思いましたね、その雰囲気に関しては。もちろん他の街に比べて、何かと保安検査が多いで、警察官の数も多いとか、そういったところは確かにあるんですが、街の中の様子がピリピリしてるとか、そういったことは今回ウルムチではなかなか感じられなかったっていうのが正直なところです。あとはですね、イスラムの文化の街ということで、他の中国の街とはやっぱ全然雰囲気は確かに違います。顔も全然違いますし、思った以上にウイグル語を喋ってる人たちが多いんですよ。で、大体中国語オンリーっていうところ多いじゃないですか。朝鮮族のとこ行っても、割と中国語を喋ってたりとか、内モンゴル行ってもそうだったんですけど、ここは本当に割合で言ったら漢民族の人は中国語で、ウイグルの人たちの方が街にいる人数っていうのは多分多いと思うんですけど、ウイグル語の人が多かったり、もう顔が全然トルコの人たちみたいな顔なんで、本当にここは中国なのかっていう錯覚を覚えるぐらいの感じでした。なかなかちょっと言葉を選んで喋らないと難しいエリアかなというふうに思ったんで、私は割と慎重に取ったんですけど、でも普通に旅行できるなっていうレベルだと思いました、私はね。ただ皆さんがどう思うかは別です。その辺コメント欄に書いていただければと思うんですが、食事も美味しいし、ウイグルの人たちの、すごい優しさっていうのも、親切な人がもちろん多いです。モスクも今日入れてもらったりとかで、お店もいっぱいあるし、何なんだろうね、自分が思ってた日本で聞いてたウイグルの状況っていう、もちろんね闇の部分もあるとは思うんですが、街の様子っていう部分だけ話すと、こんな感じでした。もともと中国ではないですからね、ウイグルという一つの、もう国というか、そういったところだった場所で、いろいろ難しい問題ではあるんですが、思ったより正直、この私の感想ですよ、何度も言いますけど、思ったより普通でした。いろんな意見があるとは思うんですが、そういったものを取っ払って普通に日本人の人が旅行に来たら普通に楽しめる場所かなと思います。で、今中国も多分、このウイグルに関してはね、結構規制を緩和して外国人呼ぼうとしてると思います。で、ちょっと動画は撮らなかったんですけど、街中にですね、高級ホテルのリッツ・カールトンの建設がされておりました。あと、他のホテルもそうですし、あと商業施設も作ってたりしてました。で、地下鉄も増やそうとしてます。で、人々も割とですね、仕事が多いみたいで、弾圧されて仕事がなくってっていう、そういう感じにはあんま見えなかった。闇の部分は分かんないですけどね。裕福なウイグルの人たちもいるんだなっていうふうに思いましたね。今回私のね、このウイグルウルムチ滞在っていうのは、こんな感じでお届けしたんですが、まだウイグル自治区ね、かなり広くていろんな街があります。で、今回一番都会のね、発展してるウルムチだったんですけども、明日、もう正確に言うと日付が変わってるのあと数時間後なんですけど、次回の動画にはなると思うんですが、ウルムチから飛行機でね、カシュガルという街に行きます。で、こちらの方がウイグル族の人たちの、もっとね、深い
ウルムチはちょっともう都会になっちゃってるんですけども、もっと濃いね、ウイグルの雰囲気が味わえる街、文化が濃い街にちょっと移動していきますので、早朝のフライトで、カシュガルまで移動します。で、次回ね、カシュガルの街の滞在っていうのもお届けする予定にはなっておりますので、ちょっと比較してね、見てもらえたらいいのかなと思います。で、結構ね、あっちは規制が多いので、またそれは次回の動画でお届けしたいと思います。私みたいな外国人のちょっと行ける限界とか、そういう規制っていうのがあったりするんで、ちょっと何本かウイグルの動画になると思いますけど、今回ウルムチ滞在編ということで、これでちょっと終わりたいと思います。よろしければこの動画の感想をですね、コメントに書いていただいて、意見とかもですね、書いていただけると参考になりますのでよろしくお願いします。あと高評価とチャンネル登録まだの方いたらよろしくお願いします。次回続きます。ご視聴ありがとうございました。